今回は、大出世した元無名カードたちを紹介していきます。誰からも見向きもされてこなかったカードが、ある日突然日の目を浴びて、中には殿堂入りまでしたカードも存在します。かなり古いカードたちの紹介となるほか、詳しく解説していくので、引退勢の方も安心してご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。怒りの影ブラックフェザー。原初のパック、第1弾に登場したカード。当時では破格の1マナ3000ですが、出た時自分の他のクリーチャーを1体破壊しなければ、自壊してしまうデメリット効果があります。1マナで自分のクリーチャーを破壊できるという点は、何かに使えそうな感じを醸しつつも、雰囲気だけで実際はガチ環境などで使われることはほぼありませんでした。しかしブラックフェザーの登場から約20年後、突如としてこのカードは注目され、価格が一気に高騰する事態が発生します。その原因はこのカード。こいつは出た時、デッキ上から進化元が出るまでめくり続ける特殊な進化なのですが、なんと進化元が出なかった場合、進化元がいない状態でバトルゾーンに出すことができます。さらにこいつは場から離れる時、進化元を残す効果を持つため、わざと進化元をデッキに入れず召喚し、その後タイムチェンジャーで好きなクリーチャーを仕込みます。それをブラックフェザーで自壊させ、実質好きなクリーチャーを場に出すことができる、対価と呼ばれるコンボが注目されました。デッキにある超強力クリーチャーを出せるほか、ユニバース2枚を仕込んで対価して5秒でエクストラウィンなど、様々なコンボに悪用されたブラックフェザー。しかしこのカードは再録されたことがないため、約20年後に注目を浴びた当時では入手が困難であり、一瞬にして価格が暴騰した、シンデレラカードの一つです。シトラ、デュエマ第3弾に登場したカード。出た時お互いは自身のマナから1枚カードを手札に戻す効果。よく言えばマナ回収、悪く言えばランデスを両方に強制させるのですが、結局お互い同じことをしているだけなので、アドバンテージで見れば4マナ2000のバニラと同等です。登場時からマナクライシスやピクシーコクーンが存在しており、さらに24弾では上位互換であるフォールクローラーが登場。登場から使われず息の根を止められたカードだったのですが、それから約18年後、オカルト・アンダケインというアタオカデッキが環境トップに君臨。このデッキ簡単に言うと、各パーツを駆使して相手のバトマナと手札を、最速3ターンで吹き飛ばす凶悪デッキです。その中のマナ破壊要因として使われたのがこのシトラでした。当初はフォールクローラーが使われていたのですが、フォールクローラーの大暴騰により、ジェネリックフォールクローラーとして採用され始めたわけです。結果、数十円のストレージコーナーから、1枚1000円以上まで高騰しました。アクアデフォーマー、デュエマ第3弾に登場したカード。先のシトラと同期であり、効果もシトラの上位種ですね。そして登場から約15年後の2017年、このカードが突如日の目を浴びることになりました。その原因はこのカード。手札が7枚以上あればリキッドピープルを踏み倒せる効果を持ち、早期にデフォーマーを着地させマナ破壊。出したデフォーマーはこいつらで回収して使い回すことで、相手のマナを常に空っぽにできるデッキ、デフォーマーロックが誕生。これにより価格は1枚2000円ほどまでに上昇しました。しかし後にルルカロックというデッキが登場。話題がそちらに移ったことや、そもそもデフォーマーロックが過大評価ではないかなどで、高騰した価格は落ち着いていきました。しかしまた一転し、デフォーマーロックがなんと大会で優勝。その要因はこのカードの登場でした。2021年に登場したビルジャベリンにより、それまでデフォーマーロックが苦手としていた、盤面への干渉や攻撃へのケアなどが可能になりました。そのおかげでデフォーマーロックの強さが本格的なものとなり、デフォーマーは登場してから約19年後、ようやく栄光をつかんだのです。困惑の影トラブルアルケミスト、デュエマ第10弾で登場したカード。出た時自分のマナすべてを手札に回収する効果。あまたのぶっ壊れカードを輩出した10段出身の名に恥じない豪快な能力ですが、デュエマの根幹とも言えるマナをすべて回収してしまうことから、登場時点からしばらくの間はストレージコーナーの常連でした。しかしこのカードは後のデュエマの世界、マナを必要としなくなった世界で大暴れすることになります。最初はフォーミュラエクストラウィンやベイビージャック、ひらめきドレーンなどで採用されることもありましたが、最もヤバかったのがジョースターゼロルピア。このデッキは簡単に言うと、ジョースターで全てのカードを無色カードにして、ゼロルピアで軽減することで、2マナ以下のカードは0マナで召喚することが可能になります。
0ルピアは通常のマナ軽減カードとは異なり、何マナ以下にならないという記載がないため、0マナにすることが可能というわけです。ちなみにこのコスト軽減効果は重複しますね。つまりこのデッキではコンボが決まればマナは不要。むしろマナにあるカードを一気に回収できるという点で、トラブルアルケミストは重宝されました。また、こいつも第10弾以降の再録がないため、価格が高騰しユーザーを困惑させました。さすが困惑の影ですね。いや、もしかしたら困惑していたのはこいつ自身かもしれません。ラッキーダーツ。ジュエマ第12弾に登場したカード。相手に自分のシールドを選ばせてみます。それが呪文なら好きな枚数踏み倒すことができる効果。うまくいけば1ターン目でロストソウルやインビジブルなど、超強力呪文を詠唱することができますが、盾の中から相手に選ばせる効果は運要素がかなり強く、登場時はネタカード的なポジションでした。しかし登場から約6年後に超次元呪文が登場。超次元呪文とは、超次元ゾーンという特殊なゾーンにいるクリーチャーを出せる呪文なので、メインデッキにクリーチャーを入れる必要がなくなりました。それによって登場したのが超次元ダーツと呼ばれるデッキ。1ターン目に出てはいけない超次元クリーチャーが出たり、上振れで1ターン目ロストソウルなどができるこのデッキは、一気に環境入りを果たしました。結果、翌年にラッキーダーツは即殿堂入り。しかし殿堂入りしたとはいえ、即死級呪文を唱えられる脅威はまだ健在です。そして後に登場したのがオールデリート。これにより先行1ターンキルがとうとう現実のものとなり、ダーツデリートと呼ばれるデッキが誕生。殿堂入り後ですら大会上位入賞を果たすなど、まだまだ戦えるラッキーダーツは、一部の DMP から愛されているカードです。怨念怪人ゲスカ。ジュエマ第14弾で登場したカード。1マナ4000で出た時自分の手札を全て捨てる効果。デメリットの塊であるこのカードは、登場当初から長らく使われず、ストレージコーナーの常連でした。アルケミスト同様、能力自体は独自性あるもので、様々なコンボが考案されましたが、どれもファンデッキ止まりだったのです。しかし登場から約14年後の2019年、このカードは突如大暴騰することとなります。その原因がゼイロン。ゼイロンは特殊な方法でしか場に出すことができません。その条件となる4つがこちら。で、なんとゲスカはこの条件と非常に相性がいいのです。簡単に説明すると、ゲスカのアイデンティティである手札全捨てから、一つの条件を満たしつつパーツを墓地に送ります。で、先ほど捨てたパーツたちは墓地から様々な効果を発動させ、なんやかんやでゼイロンが爆誕します。要はゲスカのおかげでゼイロンが最速2ターン目に着地できてしまうのです。無論、相手は死にます。そんなゼイロンラスカと呼ばれるデッキは瞬く間に環境入りを果たし、ゲスカは登場から苦節14年と半年に、ようやく報われたシンデレラカードの一つでした。ちなみに最速2ターンキルができるゼイロンラスカによる、ジュエマの崩壊を猶予されたため、ゲスカは2020年にすぐさま殿堂入り。登場から5485日で殿堂入りを果たしたゲスカは、ジュエマ史上2位のスロー記録保持者となりました。タスクプロデュースパラノーマル。DMR10 で登場したカード。シールド号と呼ばれる、破壊された時表向きでシールドに加える効果で、その間、パラノーマルは相手のクリーチャーすべてをマイナス3000します。出して破壊してという、面倒くさいこの条件も、パラノーマルを直接シールドに送る方法があればいいように見えますが、こいつの登場時はアレキサンドライトくらいに限られており、それでも遅すぎることから全然ダメだったんですね。もちろん、普通に出して破壊、という方法もありますが、7マナ時点でマイナス3000したところでどうにもならないことから、全く見向きもされませんでした。しかし登場から6年後、このカードの登場により、最速2ターン目でパラノーマルを設置することが可能になります。そして続けてパラノーマルと相性のいいカードが登場。結果、最速2ターン目、安定して4ターン目に、パラノーマルによるロックをかけられることができるようになり、環境入りするまでに至りました。重複するパラノーマルが2枚3枚とシールドに構える様はまさに地獄。あらゆるデッキをロックして活躍しました。そして無名だったパラノーマルは2020年に名誉の殿堂入り。これに驚く引退勢は少なくありませんでした。最後は無色サポート。今回ご紹介するのはこの3枚です。2012年に登場した、どの文明にも属さない無色カード。当時はまともな無色クリーチャーがいなくて、しかもほとんどが切り札級の重量級クリーチャーばかりで、無色メインでデッキを組むこと自体が困難でした。
だからこそこの3枚の登場と存在が許されていたわけです。途中ブータンビートというデッキが登場しましたが、環境入りするほどではありませんでした。しかし2017年に登場した無色クリーチャー軍団、ジョーカーズが登場すると評価が激変。やったレマンをはじめとする低コスト無色クリーチャーが登場し、無色メインでデッキが組めるようになってしまいます。その結果、先の3枚が大爆発。2ターン目3ターン目で0マナ3ドローという、地獄みたいな展開を可能にしたニアリーゲット。序盤で安定した4ブレイクを可能にしたナッシングゼロが大暴れ。結果、この2枚は晴れて殿堂入りを果たしました。ゼロルピアはというと、本格的に暴れ出したのは、先の通りジョースターと組み合わせたジョースターゼロルピアでした。このように、無色カードの立ち位置が変わってしまった影響で、大化けしてしまった代表的な3枚でした。以上が大出世した無名カードでした。いかがでしょうか？デュエマってどんなカードが化けるかわからないのですが、これが面白さの一つでもあるんですよね。他にもこんなのあるよってのあれば、ぜひコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。